はい、全国の中高年に元気を与えようと思っているチャンネル、断食マンノットデッドの断食マンチャンネルです。はい、今日はですね、ちょっとマニアックな話題というか、そうですね、僕趣味が、音楽鑑賞ということでですね、いろいろ音楽聴くんですよ。でも音楽の聴き方が例えば僕は歌謡曲が好きとかね、私はクラシックとか言うんじゃなくて、僕はもうオールジャンルなんですよ。大体僕らの生まれだとやっぱりロックとかね、ロック、ポップス、ジャズ、クラシックはほとんど聴かないですけど、あと歌謡曲、民族音楽、それとテクノ、それとそれぐらいかな、ジャンル。あとカラオケとか普通に演歌とか歌うんですけど、もうオールジャンルなんで、でも一番何かなっていうと、やっぱり中学高校から聴いてるパンク、ヘビーメタル系統とか、やっぱり結構一番馴染んでるかなって感じなんですけども、今回ね、とりあえず音楽的なものでスポット当てるにはジャンルはですね、クロスオーバースラッシュというジャンルで、ハードコアパンクと、ヘビーメタルが融合した音楽ということでね、もうかなりマニアックで、もうほとんどの人は聴きません。もう本当の、音楽ジャンルの隙間産業じゃないですか、本当にね。だから田舎とかだとミュージシャン来ないですね、このジャンルのミュージシャンは。田舎だと人が集まらないから、東京、大阪、名古屋ぐらいじゃないですかね。例えば洋楽で、ミュージシャンが来るとすれば、その三大都市ぐらいじゃないともう人が集まらないぐらいのジャンルなんですけれども、今回なんで、そのジャンルを取り上げたかというと、そのクロスオーバースラッシュで、すごい期待されてた2008年から活動しているパワートリップというバンド、テキサス州のバンドですけど、2018年から2020年にかけて、日本に来日しまして、3回僕は行きましたね。はい。そのボーカリストの、ライリー・ゲイルさん、35歳、今日が8月31日に今ちょっと動画を撮っているので、1週間前に、天国へ、旅立ちました。コロナではないんじゃないかなと思うんですけれども、原因はわからないですね。ミュージシャンなんでね、よくドラッグとかね、想像されたりするんですけれども、本当、そういうのも詳しいことは分かっておりません。今一番行きたいライブバンドでこのパワートリップだったんで、非常に、悲しんでおります。ものすごく悲しいです。ですね、2018年に新大久保アースダムというライブハウスで、初見で、すごく良かった写真も一緒に撮りましたし、ちょっとこっちの
窓のところでちょっと僕との写真も載っけてると思いますけどね、本当にすごいアグレッシブな方ですごいにこやかで、来てくれてありがとうみたいな感じでね、僕もあまり英語はできないですから、そんなことは喋れなかったんですけど、楽しませていただきました。これね、その時だったかな。これはダイダイフィーバーで買ったかな、パワートリップの T シャツ。あとはギターのピックもね、僕ね、よくライブハウスでギターのピックとか投げるじゃないですか。ライブハウスというか、コンサートで一回も取ったことなくて、俺ギターのピックでもうパワートリップのボケてるもうこれ生まれて初めて取りました。ギターのピックパワートリップの、ギター、ニック・スチュワートが投げたピックだったんですけど、めちゃくちゃ嬉しかったです。それ行きまして、で東京 2days だったかな。で1枚初日の新興国バースダムしか撮ってなかったんですけど、これはもう新大田神奈川沿いか、新大田フィーバーっていうライブハウスもありまして、もうこれはもう一回行こうと思って、すぐに行って、でもめちゃくちゃ暴れさせていただきましたけどね、もう楽しかったです。で19年には来なくて、2019年で2020年の2月に、ケーブインというバンドに帯同してきたんですよね、パワートリップで。もう僕はちょっと、ケーブインのファンの皆様には悪いですけど、もう俺もパワートリップをもうこれまっすぐ標準合わせて、来てたんで、めちゃくちゃ面白かったです。楽しかったですね。もう本当にまた2020年1年もというかね、2020今年もね、今年コロナがあれだったですけどね、来てくれると思ってたの時にこれですからね、来日は決まってなかったですけど、本当にもう泣きたいですよ、本当。もう何とも言えないですね。バンドももう解散の危機に立たされてるんじゃないですか。多分なんか継続しそうな感じはしますけどね。でなんかツイッターとかを見てみるとね、パワートリップのこれテキサス州ダラスだっけ、もし間違えてたらごめんなさいね、のその慈善団体にライリー・ゲールの、死去をすごくね、思ってくれる方はそのテキサス州のダラスかだったかな、慈善団体に、寄付をしてくれということでね、書いてたので、僕もツイッターからホームページに行って T シャツを買いました。4000円ぐらいでしたかね。それ少しでもねライリーに伝わったらいいかなと思ってね、買わせていただきました。これからも期待されるボーカリストだっただけに非常に残念です。あとは僕こういうねすごくねこれ今ね動画が上がってますけど、めちゃくちゃ暴れるモッシュピットとか、あとダイブリフトとかね、めちゃくちゃ暴れるライブを僕が行くんで、こういうこれも文化だと思うんでね、日本はね意外とねもうそれはやめろみたいな人も結構いるんですけど、僕はね推進派なんで、こういう暴れるとこもやっぱ必要なんだと思うんですよね。何でもかんでも安全に過ごしゃいいっていうのになって、やっぱりね人間にはその、クラシック音楽ジャズを聴けばね、
穏やかになれる人もいれば、やっぱり血の気のね濃い人もいるんで、そういうもうめちゃくちゃ暴れたいみたいなね、方もいるんで、そうかといえば俺みたいにねもうオールジャンルで何でも聞くみたいな人もいますからね、人それぞれ楽しみ方はあると思うんですけれども、僕はこういう暴れる系、暴動系はね結構応援していきたいなとは思っております。はい。そうですね。こうモッシュピットのことに対して言えばですね、僕がですね、去年、コロナの前に、ヨーロッパに行って結構暴れる系のね、ライブに行ったんですけど、やっぱりねこう動画を見てみると、やっぱりカナダとか失礼しました。カナダとかアメリカはやっぱりロサンゼルスとかね動画を見てみると荒いですよね。で今回ね、今回じゃないわ、去年ヨーロッパのロンドンでフィリップ・アンセルモと、元パンテラのボーカリストが作ってるグループがあるんですけど、これはデスメタルコアみたいなジャンルなんですけどね、これまたマニアックで申し訳ないんですけど、これはねロンドンで見ましたけど、結構、身長も高いですしね、向こうの人は。で暴れる系でやったんですけれども、それでねその後に、日本でもフィリップ・アンセルモをやったんですよ。その時にライブ行ったんですけど、日本の方が暴れたね。ちょっとね結構びっくり、なんかこう日本人の方がもう待ってましたみたいな感じで、わおりゃみたいな感じで、めちゃくちゃ暴れてたんで、結構ね、日本人の方がめちゃめちゃもうライブ上がったもう交渉してるやんみたいな、もうなんかこうライブハウスのバーとかあるんですけども、それも引っこ抜いてね、そのあたりね恵比寿のリキッドルームのねスタッフの人がすごい寛容な感じで、下手してねゼップとかでね抜いたりしたらね、お前何やってんだみたいな感じでもうスタッフが来てお前退場みたいな感じの状態もあるんですけど、リキッドルームすごい寛容的な感じで、もうみんなでどけろどけろどけろみたいな、引っこ抜いてバーを引っこ抜いてみんなでワーチャーみたいな感じで、その時もあって、その時ねブラジル人がこうバーに持たれてたんだよね。それを俺らが日本人がわーってやったら、もうブラジル人のやつがブチ切れて、てめえこの野郎こっちはもういい場所取ってんのにこの野郎みたいな感じになって、そこにいた日本人のそのバー引き抜いたやつのもう首根っこを掴んで「この野郎!」みたいな感じで、その日本人もなんだみたいな感じだったから、もうブラジル人でもう治外法権だから、もう2、3発バカーみたいなバカーに言って、でその日本の人もわーとかやられて、結局やめろみたいな感じで、でもやっぱりすごいなんていうかもう動物の本能というか、てめえこの野郎みたいな感じでもう止まらないんですよ。でもねちょっとしてから120キロぐらいある結構背が高い、日本人の人で結構年配の人でした。その人がぐーっと割って入ったら止まったね。本当だからね、やっぱりねがたいって大事ですよ。120キロ近くあったね。だからねああいうモッシュピットって僕は何回もやってますけど、僕はね70今3キロぐらいかな、ちょっと厳しい、できれば75以上2キロしか変わらんのかいみたいな。でもね本当ね75、6が最低ラインはあった方がいいね。じゃないとねちょっと厳しい。本当にもう暴れるんで、
であとね80キロ90キロになると今度上に上がれないんですよ。人の上にどんどん上がってでステージまで流れていくってあるじゃないですか。そういうことができないので、もう80キロ以上の人はちょっとやめてもらいたいね。重すぎる、上に乗ってきたら疲れちゃうこっちが、だから、僕が一番いいのは、75、6の体重がベストじゃないかな。モッシュにも耐えれるし、上にも乗れるというね、ダイブできて、できるもんでいいかな。本当にねやっぱり60キロぐらいの人はねちょっとね、気をつけた方がいいし、そういうね暴れる系のとこで、見るんだったらある程度怪我は覚悟しておいて自己責任だと思うんですよ。誰も守ってくれないんで嫌だったらなるべく端に真ん中に寄らない、自己防衛してくれたらいいと思うね。モッシュピットって本当にねある程度自分で自分の身は守らないとやる気なんならやる気があるやつはもう真ん中に来てくれたら一番いいんで、そう思います。はい、みんながお互いうまく楽しめるような、ライブだったらいいなと思いますね。そう思います。はい、そういう感じですね。モッシュピットの楽しみ方皆さんご理解いただきましたでしょうかね。はい、と僕はそう思います。人はまた違った考え方がありますから、はい、僕はそう思います。はい、というわけでね、今回はですね、僕の音楽の趣味の一つを紹介しました。ライリー・ゲルは本当にね、ご冥福をお祈りいたします。はい、安らかに眠ってください。はい、というわけで、今回のチャンネルはこれで終わりにしたいと思います。はい、またなんかね音楽関係、また違うジャンルで、また動画撮りますのでその時はよろしくお願いいたします。はい、ではまたね、気に入っていただければチャンネル登録の方とあとグッドボタン、よろしくお願いします。はい、それでは失礼いたします。